はい、石川正義です。久しぶりにですね、基本的な生地の解説をしていきたいと思います。今回は練り込みパイの生地を作っていきます。以前折り込みパイの生地を失敗しないようにアレンジしてご紹介したんですけども、このパイはね、もっと失敗しにくいパイの一種ですね。で、折り込みパイとの違いについてなんですけども、厳密にはですね、折り込みパイに対しての練り込みパイというように双極をなすようなものではなくてですね、2つは全くの別物なんですけども、ちょっと日本では分類の仕方を間違っちゃったんじゃないかなと感じてます。一応違いを言うとですね、折り込みパイは粉を練った生地でバターを包んで、それを折って層にしていくんですけども、練り込みパイは粉とバターを合わせて、それを水などでまとめていく感じですね。で、食感は折り込みパイはパリパリとした食感なんですけども、練り込みパイはサクッとしてホロホロっと崩れるような食感になります。で、練り込みパイは折り込みパイに比べると焼いた時の膨らみは少なくなるんですけども、手軽に作れるっていうところがね、いいところと思います。では作っていきましょう。まずは材料を計量していきます。で、バターは1センチから1.5センチ角程度に切っていきます。で、計量ができたら粉とバターは冷凍庫に2、30分入れて冷やしておきます。ではまずは生地に加える水分を混ぜていきます。卵黄を混ぜてきれいにほぐれたら、水を2回程度に分けて加えていきます。はじめに水を多く入れてしまうと卵黄の塊ができたりするので、1回目は少なめで卵黄を伸ばしていくイメージですね。水が全部入ったら、そこに砂糖と塩を加えて混ぜていきます。で、砂糖と塩をしっかりと溶けるように混ぜておきます。で、この時に水より先に卵黄に砂糖と塩を加えてしまうと、卵黄に混ざりきらないので黄色いダマになってしまうっていうことがあります。なので水から先に混ぜるようにしてください。では生地を練っていきますね。今回はテーブルの上で練っていきたいと思いますが、ボウルの中で練っていただいても全然大丈夫です。粉をテーブルの上に広げて、その上にバターを置いていきます。バターに粉をまぶしてからカードでバターを刻んでいきます。粉の中にバターの粒がたくさん存在するっていう風にしていきます。バターをどんどん刻んでいって、バターの粒を小さくしていきます。全体的にバターの粒が小指の爪程度の大きさになるまで刻んでいきます。で、刻んでいくと粉の中にバターが無数に点在している状態になります。で、バターの大きさが小さく揃ってきたら次の作業へ移っていきます。ではここから手で粉をすくって両手をすり合わせるっていう作業をしていきます。少し両手で圧をかけながらすり合わせていきます。この作業を始めるときは色は全体的に真っ白で、粉も粉のままなんですけども、すり合わせる作業をしていくと全体的に黄色みを帯びてきて、粉の粒が少し大きくなってきて、一番小さい粉の粒も粉からね、ちょっと顆粒状になってきます。で、この作業がね、粉もバターもひんやりしてて気持ちいいんですよね。で、ずっとやり続けてしまうとバターが溶けてしまうのでダメなんですけど、ずっとやってたいくらい気持ちいいですね。
で手の温度が高い方はこの作業を始める前に氷水などに手をつけて手を冷やしてからするといいと思います。もちろん手は拭いてドライな状態ですり合わせていきます。こんな感じの状態になれば十分ですので、ここから生地をまとめていきます。で生地を集めて真ん中をくぼませて、そこに混ぜておいた水分を注ぎます。で周りから粉をかけて生地に水分をなじませていきます。この時に生地を練ってしまうと粉とバターが完全に混ざってしまってホロホロっとした食感がなくなってしまうので、混ぜる時は生地全体を下からすくい上げたり折り重ねるなどしてできるだけ練らないように生地に水分をなじませていきます。だんだんと生地がまとまってきたら粉が全部混ざりきってない状態で良いので一つにまとめていきます。周りに出る小さい粒はくっつける感じでまとめていきます。で混ざりきっていない粉はこれから伸ばしていく段階で徐々に混ざっていくので全然気にしなくても大丈夫です。でまとまったらラップに包んである程度平らに伸ばして生地を冷蔵庫で休ませます。休ませる時間は1時間以上は取った方がいいかなと思います。では1時間半経ったのでこれを伸ばしていきます。ラップを剥がして今回は3等分にして伸ばしていきます。で伸ばす時はベーキングペーパーに挟みます。で伸ばし始めのある程度厚みがある間はコロコロと綿棒を転がしても思うように伸びてくれないので綿棒を真上から押して伸ばしていきます。でこの時にベーキングペーパーがくちゃくちゃになってしまったら一度剥がしてもう一度かけてあげます。今回のレシピでは薄力粉だけで作っているんですけども強力粉や中力粉が入っているレシピも多いですね。で薄力粉だけにした方が焼いた時の焼き縮みが少ないので失敗はねしにくいと思いますのでこのレシピにしています。で綿棒を転がして伸ばしていきます。丸く伸ばすコツとしてはですね、こまめに生地を回しながら広げたい部分に生地を集めて生地を補いたい方に向かって生地を伸ばしていくって感じですかね。力の分配なんですけども中心部分を伸ばすときは力を込めてもいいんですけども端の部分を伸ばすときは少しへこみやすいので少し力を抜き気味に伸ばせばいいと思います。今回は3ミリに伸ばしていきます。何か合わせるものがあればそれに合わせて均一な厚みに伸ばしていきます。厚み3ミリにしてだいたい30センチくらいの円に伸ばせるかなと思います。ここまでできたらこの状態で冷凍ができるので乾燥しないように大きいビニールなどに密封をして冷凍しておきます。この状態で1週間は普通に持ちますんで時間のある時に仕込んでおいてで使う前日の夜に冷蔵庫に移して解凍しておけばあとは中身を作るだけですのでねいろいろ作りやすいかと思います。今回はここまでで次回以降この生地を使ったお菓子を作っていきたいと思いますので楽しみにしていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。